こんにちは。今日はね、レンズの紹介をしていこうと思うんですけど、富士フィルムの XC1545 なんですけど、このレンズね、この間ちょっと使ってみて結構良かったので、今日はこのレンズを使った感想と、あと XF の他のズームレンズと比べて、実際に写りがどれぐらい違うのかっていう比較を紹介していこうと思います。はい、ではね、簡単にこのレンズの説明をしていこうと思うんですけど、このレンズね、もちろんレンズ単体でも売っているんですけど、カメラとセットで、キットレンズとしても売られていて、でレンズ単体でねこのレンズを買おうと思ったら3万3000円ぐらいだったかな確か、それぐらいの値段がするんですけど、キットレンズとしてカメラと一緒に購入すれば1万円で手に入れることができるんですよね。で1万円っていう値段を考えるとかなりねいい出来だなっていうふうに思っていて、で何がいいかっていうとまずね写りがねかなりしっかりしている、もちろんね、単焦点のレンズと比べちゃうとかなりね、違いはあるんですけど、XF のねズームレンズと比べてもほとんど差がない。多分言われないとこのレンズで撮ったってわからないくらい、それぐらいの描写をしてくれるので、1万円っていう値段を考えるとかなりねコストパフォーマンスの高いレンズだなっていうふうに思います。で簡単にねこのレンズのスペックを説明しておくと、まずね開放が3.5から5.6でかなりね、暗いレンズなんですけど、そのおかげでね、レンズ口径はね 52mm あるんですけど、ズームレンズとしてはかなり小さくできていて、重さもね 135g で、めちゃくちゃ軽いレンズになっています。あとはね、手ブレ補正機能もしっかりついているので、動画撮影にもねかなり向いていると思います。あと特徴としては、絞りリングがついていないことと、ズームがね、電動ズームになっています。でこの絞りリングと、電動ズームについては動画の後半でね、詳しく説明をしていこうと思います。はい、以上がね、簡単なスペックの説明だったんですけど、とにかくね一番の特徴はめちゃくちゃ軽いっていうことなんですけど、どれぐらい軽いかっていうと、カメラにね実際つけてもこうついてるかついてないかわからないくらい、それぐらい軽いんですけど、なんで軽いかっていうと、これ全部ねプラスチックでできているんですよね。で周りだけじゃなくて、マウント部分もね全部プラスチックでできているので、絞りリングがついてないとか、ちょっとね見た目にこう高級感とかそういうのは全然ないんですけど、大事なのはどんな写りをするのかっていうところだと僕は思っているので、次にね、XF のズームレンズと実際に写真を撮り比べてきたので、画質の比較をしていこうと思います。はい、ではね、画質の比較をしていこうと思うんですけど、今回は、XF シリーズで一番ね、ミリ数が近かった、XF の1855、このレンズと、比較をしていこうと思います。はい、まず望遠側からの比較なんですけど、左が XF1855 で、右が XC1545 の写真になります。でパッと見の印象だと解像度とかの違いは感じないんですけど、唯一ね、違いがあるとすれば、色味がね XC の方が、Y と G が強くて、全体的にね、ちょっと黄緑っぽいかなっていうところぐらいで他に違いは感じられないので、
フォーカスの合わせたところで、等倍表示をして比べてみようと思います。はい、これが等倍表示した画像になるんですけど、左が XF の1855、右が XC の1545になります。で、等倍表示で比べるとね、若干ではあるんですけど、XF の方が、ちょっとこうクリアに見えているのかなっていう印象なんですけど、でもね、ほとんどね微妙な差なので、ほぼほぼね同じと言ってもいいぐらいの写りになっていると思います。はい、次にワイド側の比較なんですけど、左が XF1855、右が XC1545 の写真になります。で、これもね、ピクセル等倍で比べてみようと思います。はい、こちらが等倍表示した画像になります。で、ワイド側で比べてもね、全く同じくらいの見え方で、解像度っていう意味ではね、全く差がないって言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、色味がね、XC の方は Y と G が、若干強いかなっていう印象でした。はい、では最後に同じ画角で、中間域の 40mm で比べてみようと思います。で、これもね、等倍表示で並べて比較をしてみようと思います。はい、これが等倍表示なんですけど、こうやって見るとね、フォーカスの合わせたところと、あと抜けのビルの、見え方とかも、ほとんど同じで、やっぱりね色味以外でね違いを見つけるのが逆に難しいなっていうぐらいな感じで、この写りであればね、XF とほぼ同じ写りって言ってもいいんじゃないかなっていう風な印象でした。はい、以上がね、画質の比較だったんですけど、今見てもらって分かるようにね、XF のズームレンズと比べてもね、ほとんどね差が分からないくらいで、等倍表示でした時にようやく分かるぐらいの差だったので、これがね、1万円っていう値段で手に入るってことを考えれば、かなりね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、残念ながらね、使っていてここはちょっと使いづらいなっていうところがあったので、ここもね、正直にお伝えしておこうと思うんですけど、まずね、電動ズームです。で、これがめちゃくちゃ使いづらくて、どういうことかっていうと、ズームでねこう寄ったり引いたりするときにね、ちょっとねタイムラグがあるんですよね。でなかなかねこうパッてこう寄りたいときに一泊こう間を空けてからこうウィーンって動くので、ここのねタイムラグはね、ちょっと使いづらいなっていう感じでした。あとは、Zoom の微調整がね、全然効かない、だからどういうことかっていうと、自分の撮りたい画角に合わせるのが、めちゃめちゃ苦労します。で一日中こう使ってみたんですけど、全然慣れなくて、おそらくね、これずっと使ってもね、ここはね慣れるとかそういう部分ではなくて、多分誰がやってもねこうなかなか微調整っていうのはできないんじゃないかなっていうふうに思いました。あとは、ミリ数のね表示がないので、自分が今何ミリで撮ってるかっていうのが全然わからなくて、でここに関してはね感覚の問題なので、まあ人それぞれだとは思うんですけど、今ね自分が何ミリで撮ってるかっていうのがやっぱりある程度分かった方が、使いやすいと思うので、ここはね是非ね分かるようにしてもらいたいなっていうふうに思いました。はい、ではね、この XC1545 をね、このレンズどんな人に向いているのかっていうお話なんですけど、これはね、もうズバリこれからカメラを新しく買おうと思っている人です。
で、最初にもね言ったんですけど、このレンズね単体で買おうとすると3万円以上するんですけど、じゃあ3万円出してこのレンズ買いますかって聞かれたら、僕は絶対買わないです。なんでかっていうと、3万円出してこのレンズを買うくらいだったら、中古でいいので、XF の1855とかを、僕だったら買うと思います。なので、どういうことかっていうと、このレンズの価値って、キットレンズとして購入することで1万円で手に入る、ここだと思っているので、1万円っていう値段に対して、めちゃめちゃコストパフォーマンスが高くて、優秀なレンズですよっていうことなので、どんな人におすすめかって言われると、これからね、カメラ本体を買おうとしている人はね、ぜひね、プラス1万円出して、このレンズを買ってくださいっていうふうに僕は思います。はい、以上がね、XC1545 の、使用した感想と、あと画質の比較でした。で、またね、何かいい情報とかあったらね、紹介していこうと思いますので、ここまで見てもらってね、参考になったって思う人はね、ぜひね、チャンネル登録してもらえると、とっても嬉しいです。それではね、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。